イスタンブール到着しました。ここに来た瞬間に景色が変わった。めっちゃ立派な船。エアソフィアです。移動中です。どう？美味しい？水が買いまくっています。こっちじゃね？イスタンブールに向かいます。ヤコバで。初めての海外ヤコバじゃない？あ、確かに。ヤコバは初めてだ。夜行電はあるけど。12時間。12時間。ちょっと長め。ネットでカッパドキア VIP っていうのを予約して、1人3500円ぐらい。安い。めっちゃいろんな会社がある。大手はメトロっていう。そうね。ここはもう本当に最大手みたいな。最大手だね。1人5000円ぐらい。結構倍近くしたね。安いところを見つけました。出発場所はここです。トイレあります。このバスで行きまーす。すごい立派なバス。立派なバスだね。22、23でしょ。めっちゃ広いです。この変換ケーブルを持っていればここに充電も素晴らしいです。ここが広い。3列だからこれ安い理由わかんない。 Wi-Fi もあるしイスタンブール到着しました。アンザン寝れた？まあまあ、俺窓際になってから爆睡したわ。2回目のドリンクよりかなかった。ドリンクタイム？そうなの？多分トントンってやったけどすごい快適だったね。バス広いし Wi-Fi 使えるしドリンクサービスあるし。ここにあるよ。アンズどぐらいしてんの？100にしようか。どうでした？やばすぎ。イスタンブールに着きバス会社を2時間ぐらい探しで、結局いいバスは見つからず近くのショッピングモールに来ようとしたら雨が降り、全てをポジティブに言い換えていこう。雨が降った、自然のシャワーで体を洗えた。その上このショッピングモールとの素敵な出会いもあった、はい、以上。素晴らしい。カウチサーフィンのホストの人が見つかったので向かっています。 When you can drive here, you can drive anywhere in the world. So much complex. Exactly. I started to drive here. I have license before college, but I don't have a car. After graduation, I worked several years, then buy the car and start here. Istanbul? Yeah. Very hard. Arkadaşlar yabancı, Japonya'dan 50? Uçak olduğu için istedi galiba. She interested in my camera. いただきます。Do you want to eat bread? You can slice. イスタンブール2日目。昨日はホストの方のお家に着いてスーパー行ったりとか一緒にご飯作ったりたくさんお話ししてましたね。もう明日アテネになって飛び立つことが決まったので、今日明日でイスタンブールをね観光しようと思います。あいにくの曇りですね。まあちょっと雨は降ってますね。その主に新市街と旧市街ってあって、その2つを見に行く、フェリーに乗って旧市街にまずは行こうと思います。こっちは今カドキョイっていうエリア、そうちょっと安いエリアなんだよね。いろんな観光名所がある方の地区と比べたら比較的安い。ここからフェリーに乗って渡れます。これは安く乗れて行けるらしい。イスタンブールカードが、あ、こっちはカラキョイに行く方なのかな。どっちもカラキョイ。これに乗るの？結構立派、ね、めっちゃ立派な船。豪華客船。発しました。ここから見るとヨーロッパみたいな。ここがコンスタンティノープルじゃん、もともとの東ローマ帝国の首都でもあり、オスマン帝国の大事な場所でもありっていう、東ローマ帝国っていうキリスト教を中心としたものと、オスマン帝国っていうイスラム教を中心とした両方の大事なものが点在してて、すごいね、歴史が詰まってる。本当だね。すごい。ヨーロッパっていう感じの印象を抱く。この家の屋根の感じとかさ、建物の感じが。
国とは思えないアンカラとぐらい、アンカラと比べると街並みが全然違う。やっぱ西側のこのヨーロッパに近いからなのかね、同じ国って感じなくらい、ここに来た瞬間に景色が変わったね、いい香り。栗だ。美味しそう。でもちょっとあいにくお腹いっぱいすぎます。ここがああいう路面電車が結構こうやって走ってるらしいです。かな、イスタンブールカードで乗れる、イスタンブールカードはコンビニみたいなところでも使える使えるし、チから、ャージできるし、やっぱこっちは高い気がするね。カマンとかの田舎と比べて、そうだね、すごいパンの値段が全然違う。違ったね。7リラが 12.5 リラになったから、ね、倍ぐらいっすね。インフレ率が 70% って言ってて、超ハードだよね。ハード。ギリシャとかの方が安いって言ってたね。これ楽しいね。これは私の心が踊っているよ。楽しすぎる。すごいこう建物の雰囲気とか、ヨーロピアン風潮、すごい楽しい。楽しい。まだ入って1分ぐらいしか経ってないけどもう楽しい。楽しいね。路面電車ねえ、こんな近いとこ通ってるのすごい楽しいと、すごい疲れが吹っ飛ぶな。めっちゃギリギリ通ってる。すごい。ヨーロッパだね。違うヨーロッパの国に入ったみたいな感じだわ。違う国。違う国。トルコは蚊がいないね。こんなジメジメしてるのに。なんかマイクってね。言ってたね。映えスポットがいっぱいある。ね。どこ撮っても綺麗。ね。っていうのがもうヨーロッパじゃない。そうだね。トルコは本当まだ行けてないイズミルとかアンタルヤみたいな海沿いの地域があるのに、すごいね。カッパドキアにアンカラにイスタンブールになんか全部違うさ雰囲気を感じさせてくれて。私さ、歯のホワイトニングとか治療とか、海外から美容の治療目的で来る人も多いって言ってたね。安く整形とか、そうボトックスとか育毛とかレーザーとか目のできるらしいから、来ました。アヤソフィアです。こっちが入り口じゃないですか。作りがすごい綺麗だね。イスタンブールはまた世界遺産なんだけど、それもいろんなモスクとか地下宮殿とか集合体で世界遺産に登録されてるんだよね。その中でもこのアヤソフィアっていうのはトップ1ぐらいで有名な建物で、モスクなんだけど最初はモスクじゃなくてビザンツ帝国、東ローマ帝国の大事な教会だった。それをオスマン帝国がイスラム教に改宗しちゃって、だからこの4つのミナレット、塔みたいなやつは後付けなし。基本的にイスラム教は偶像崇拝が禁止されてるから、内側のそういうものがこう隠されてたりするらしい。途中で変わるってめっちゃ面白いよね。しかもユネスコに登録された後なのかな、他の諸外国とかをあんま気にせず、イスラム教のものにしちゃいますみたいなやつをエルドアン大統領がやっちゃったりして批判が集まったりした。結構だからいろいろ複雑なんですね。君は棺っぽいね。これさ、この柄さ、どこも一緒の柄だね。モスクにある。本当。すごい上も綺麗。イスタンブールはさ、一つ一つの観光スポットがギュッてなっててさ、ルートが決まってたり整備されてるからすごいね。めっちゃ綺麗。綺麗だね。アヤソフィアはビザンツ帝国が教会として建てたやつがオスマン帝国が勝ち取った後にミナレットを建てたんだけど、そこはもうオスマン帝国時代に象徴として建てられたモスク、だから最初からイスラム教らしい。ミナレット、この塔が6本立ってんだよね。ほら、どこまでが本当か分かんないけど、黄金のモスクを作ってくれっていうのを、6本のミナレットのモスクを作ってくれっていうのを聞き間違えちゃったらしくて、6本っていうのと黄金っていうのが言語的に似てるっぽくって、間違って6本立てちゃって、それを見たスルタンはびっくりしたらしいんですね。本当は黄金のモスクになったかもしれないっていう。でそれでこのミナレットの本数っていうのが権威を表してて、メッカのモスクっていうのが、一番偉いんだけど、当時のメッカに置いてあるモスクは4本しかなかったの、なのにこっちは6本立っちゃったんだって。それやばいって気づいた当時のスルタンが、こっちを削るんじゃなくてメッカのやつを増やして、メッカに置いのモスクは7本のミナレットが立ってる。面白いね。面白い。本当かな。すごいね。本当だね。綺麗ですね。優しい色合いしてるね。これまでのと比べて。淡い
うん、淡い色合いをしている。人がすごい多いな。僕が仏宮殿に来ました。この宮殿はオスマン帝国のスルタンが生活をずっとしてた、うん、ハーレムっていう語源になった自分の母親とか次女とか女性専用のハレムっていう場所があるらしい、中国の宦官と同じ制度がここにもあったらしくて、そういう宦官だったりハレムの女性の上下関係とかで、国の方針とか国策とかに影響するような、そういうのがオスマン帝国にはあったそうです、以上。じゃあ高いので入りません。ちょっと休憩です。なんか橋水見えるちょっと読めない、すごい有名なところ。老舗のね、バクラバが有名だそうです。このチャイは安く飲めるからいいね。いいね。安いって言っても一杯。まあここは多分いいとこだから200円するけど、そうね、もっと安く飲めるって言ったらね、美味しいですか。すっきり。エジプシャンバザールに来ました。バザールが2つあって、こっちの方が小さいらしいんだけど、そうでもこっちの方がなんか値段も安かったりするらしい。わ、すごい。ムスタファーケマルじゃない？本当だ。まあ売ってるものは一緒な感じですね。すごいスパイスに。そんなに加入してこないから。すごい綺麗。橋を渡って旧市街から新市街の方に行きます。すごい綺麗な景色。釣りをしてる人がいて本当だ。夕暮れ時でガラタ橋という橋です。あっちが新市街なんだよね。そう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 。旧市街、新市街が主な観光ゾーン。でヨーロッパ側って呼ばれてるの。そうだね。私たちが今いるところはアジア側って言われてる方ですね。みんなサバを釣ってんのこのサバを食べてるのかな。サバサンドでわかるトルコのインフレ事情2020年は15リラ、2024年は150リラ、10倍になっております。リラ円は別に10分の1にはなってないから、高いね。高いわ。やってるサバサンドが有名らしくて、それはこの橋を渡って唐居川新市街の方のこの辺にあるらしい。でも屋台だから移動してたりするらしいんだけど、こっちの方にあるっていう情報がありました。すごい船着きが、食べてる人いる？いや、みんなアイスを食べてます人気だから行列ができてるらしくて分かるらしいけどね。時間的にもう終わっちゃってる。確かにやってなさそう。見つけたけどあまりにも行列になってなさすぎて、あまりにも人がいなかったから素通りじゃった。買ってる人いそう。最初ここにいたけどちょっと移動して買うか。買おう絶賛移動中です絶賛移動しておりますこれなんか変なところ連れてかれちゃうんですよあ、ここでやるのね。完成しましたあ、そしてそっち向きなんですね本当にここが人気なとこかどうかは知りませんが、でも他のところより安かったね。ちょっと安かった。でもいいでしょう。移動してるっていうところしか情報がないからさ、醤油みたいなのまたかけてレモンをすりつぶして、サンドイッチをすごいいい香り。すごいいい香り。これはこういう市場にいいね。トルコは魚も取れてるねえ、ほんと何でもある。フルーツが安いよね。フルーツ安いね。テジキレわ、すんごいいい香り。いい香り。スパイスの。これ日本人が好きなのかもね。そうなんですね。じゃあさあ、カー君食します。どうぞ。どう？美味しい？おいしい。全然味濃すぎない。食べたい。カー君が物足りなかったので来ちゃいました。今度はケバブを食べに来ました。今日の夜ご飯なんだかんだ初ケバブでね。トルコ。本当だ。新市街の方ではサバサンドを食べれました満足です。満足です。わあ、綺麗。来ました。食べておいで。旧市街、新市街と別のアジアサイドなんです。そう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 。比較的安いらしいけど、実際はどうなんですか？あ、これじゃない？これです。知ってる？はい。これはね、セルフサービスのお店で、そうなんだ。これが欲しい、これが欲しいって言うんだけど、じゃない？いいんじゃない？いいか。いいね。
いいね、楽しい。美味しいご飯を食べて、美味しかったね。美味しかったけどちょっとオイリーだった。ちょっとオイリーすぎたね。これから軽くショッピングうん、とイスタンブールを出てしまうので、もう本当にブラルですね。イスタンブールは弾丸だったの割と。50円でこちらゲットしました。髪の毛がねだいぶ伸びてきたから結ぶとさ外せなくなっちゃうからさ、今日みたいな夜行バスの日とかはこういうのがあるとすごく良いです。洋服もあるし掘り出し物がたくさんあって、超絶楽しい。なんかいいね、こっち側の通りは。いいね、ポンシティっていうお店で洋服をゲットしました。あんずが買いまくっています。ありがとう。ここぞとばかりに買いまくってます。ありがとう、買ってくれて。あ、6個で155。お、いいじゃん。まだ買いました？もしかして。違う、これ靴下がまた買いました？違う、ワークアウェイやって靴下が3個ぐらい穴開いちゃったから。今日は財布とかしてます。でもカー君はペプシをたくさん飲んだりとか、電気シェーバー買ったりとか、電気シェーバーは壊れちゃった。あと充電器買ってたりとか、あれはあんずのもう込みだから。あとはなんか買ってたよね。ちょっと一休み。美味しそう。いい久しぶり。休憩で。私もアイスラテをこんなに飲んでないのはもう久しぶり。結構苦め？違いがわからない。難しいよね、カプチーノとカフェラテの違い。じゃけだよ。パン屋さんで入りましょう。はい。楽しかったね、このショッピングは。ね、楽しかった。いっぱいお店があって、グランドバザールとかよくあるマーケットみたいなところねいいけど、こういうなんか街全体が、いろんなお店が点在してて安いお店がいっぱいあって、ね、こういうところを見て掘り出し物を探すのが楽しい。楽しいね。家族でいい。おすすめです。おすすめです。でもここはどちらかというとそのトルコの人たちがそうね友達とあと一緒に買い物に来たり確かに遊びに来たりするような。そうですね。いやー、今日で終わりかと思って。トルコなんかすごいめっちゃいた気がするね。めっちゃいたね。3週間。しかもなんかずーっと動いてたりしたから、場所も環境もコロコロ変わったから、変わって思い出深い国になったね。ちょっとトルコに入って街を安心して歩けるじゃん。そこの安心感があっての自分の楽しめてる感は増してる気がする。確かに。しばらくはこういう歩いてる人が多いような街に行くだろうから楽しみですね。楽しみですね。ヨーロッパは。